皆さんこんにちは。サロンの西です。今回は茶道における茶碗を回す理由についてご紹介いたします。茶道ではお茶をいただく際にお茶碗を回してから飲むのが一般的です。この動作にはいくつかの重要な意味と背景がありますので、それも含めてご紹介していきます。まず茶碗の正面を避ける理由についてご説明していきます。初めてお抹茶茶碗を目にする方は、そもそも正面って何なのか疑問に思われるかもしれません。実は茶碗には正面があります。正面とは茶碗の一番の見どころです。例えば茶碗の柄や釉薬の流れがよく見える箇所を正面にすることが多いです。その正面、一番の見どころをお客様が鑑賞していただけるよう、亭主は茶碗を回して客側に正面を向けて差し出します。つまりこのお茶碗の正面というのは、お客様視点で言うと自分の方に向いている面が正面になります。例えば丸じゃないこういったお茶碗の場合ですね。このお茶碗の形もとても不思議だと思うんですけれども、これは靴輪型というお茶碗なんですが、このお茶碗の場合正面はここに当たります。つまりお茶碗を回す理由というのは、お茶碗の正面を避けて飲むということです。お茶碗の正面を避けて飲む理由というのは大きく2つあります。まず1つは、せっかく亭主が用意してくださったこの正面に口をつけて飲むのははばかられるというお客様側の亭主への気遣いの所作としてお茶碗を回します。正面を避けて飲むことで相手へのリスペクトを伝えます。もう一つは実用の意味もありまして、このお茶碗の場合ですと、お茶碗を回すことで飲みやすい箇所が自分の正面に行きます。もし正面から飲んでしまいますと、このお茶碗の場合ですと平らになってますので、両側からお茶が出る恐れがあります。例えばこういう場合は、お茶碗を少し回すとちょうどここが細くなっておりますので、ここで飲むと安心してお茶がいただけます。お茶碗を回すことで飲みやすい位置が自分の正面に来るという実用性もあります。お茶の流派によっては、お茶碗を回す流派もあれば、お茶碗をあえて亭主がせっかく用意した正面を、口をつけてあえて飲むという流派もあります。なのでそれは流派によって様々な美意識や価値観があるというところも面白い点です。もしご自宅でお茶を楽しむ際には、ご自身でお抹茶を立てていただく分にはその正面は気にせずそのまま飲んでいただいても結構です。ただ相手に差し出す際は、ぜひ自分の中でこのお茶碗の見どころですねを見つけて、その見どころを相手に見せるようにしてお茶碗を差し出してみてください。また自分がお茶をいただく際には、お茶碗の正面ですねを意識して、そしてまたその正面をあえて回すのか、あえて正面のまま飲むのか、そこはお茶の流派によっても変わってきますので、いろんな美意識に触れてみてください。お茶碗の回し方なんですけれども、右手でお茶碗をしっかり手に取りまして、左手の手のひらの上にしっかり乗せます。お茶をいただく際に、まずは感謝で軽く会釈をして、それからお茶碗を軽く右時計回りに二手に分けて回していただきますと、お茶碗がちょうど90度回り、お茶碗の正面が避けた形になります。で、そこで飲んでいただきましたら、飲み終わりましたらお茶碗の口を指で拭って、で返しなどで指を清めていただきましたら、今度は最初と逆時計回りにお茶碗を回していただきますと、お茶碗の正面が自分の方に戻ります。また右手でしっかりお茶碗を手に取りまして置いていただき、お茶碗の正面を
眺めていただきますと、亭主がこのお茶碗をなぜこの正面にしたのか、そういったことも考えながらお茶碗を拝見していただけると楽しいかと思います。つい茶道というと、お茶碗の回し方であったり、何回回せばいいのかといった所作ばかりに気を取られてしまいますが、大切なのは茶碗を回す意味だったりします。なぜお茶碗を回すのか、それはお茶を立ててくださった方への感謝と敬意を込めてお茶碗を回します。そこには茶道が大切にしてきた精神性を感じることができます。茶を差し出す側、いただく側、双方がお互いの気持ちを汲み取り合い、歩み寄ることが大切であるということ。つまり双方が相手の気持ちに立って一歩歩み寄ることが心地よい関係性を築いていく上でとても大切なことであるということをこの所作は伝えているように思います。そういったことを踏まえると、あえて回さないのか、もしくは自分は回すのか、また様々なお茶の流派の所作によってもそこは変わっていきますので、そこはご自身の価値観に沿ってお茶をお召し上がりください。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。